皆さんこんにちは。好奇心 TV です。今回の動画は日々危険度が増している中東情勢の情報が溢れているにもかかわらず、何も反応していない人たちに向けて話をしていこうと思います。もちろんすでに危機意識を持っている方にも再度マインド設定をするために有益な情報を扱っています。ただ私もかつて世界で何が起きているかなど全く気にしていない時期もあったわけで、そういった人たちを非難する動画にするつもりはないのですが、あまりに無防備である状況には老婆心がマックスになっているわけです。そこでこの動画がこの先シャレにならないことが起きる可能性が高くなってきておりますが、怯えたり絶望感に陥るとかではなくて、最低限の準備と心づもりをするきっかけになってくれればと思います。この動画にアクセスしている方というのは興味があってご視聴していただいていることと思いますが、 YouTube ではおすすめ機能というのがあって、全くこのようなジャンルに興味がないかもしれない方にも表示されることがあります。その時に子供を育てている家庭のご夫婦どちらかがこのような内容の動画に触れ、考える機会につながってくれればと思っています。ぜひ最後までご視聴ください。このチャンネルでは自分や家族の身を守るためにできることや、日本人がこれ以上騙されることがないようにするための情報を発信しています。チャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録をお願いします。また YouTube では配信できませんが、皆さんの身を守るために重要な情報はメディアブルで配信しておりますので、そちらもご覧いただければと思います。さて、冒頭でも言った通り、今の中東情勢が危機的状況に置かれながら、自分たちにどんな影響があるのかについて考えている人はどのくらいいるのでしょうか。2024年1月1日に能登半島を襲ったマグニチュード 7.6 の地震発生がメディアで一斉に報じられ、被災した人たちのリアルな避難生活を見て恐怖を感じた方も多かったのではないでしょうか。ところが Yahoo サイトの記事を見て唖然としました。今その記事を探しても出てこないのですが、地震発生から数ヶ月経ったタイミングの記事だったと思いますが、記事の下の方にリアルタイムで行われていたと思われるアンケート結果が表示されていました。どんな内容のアンケートだったかというと、防災に対しての備蓄状況について、全くしていない、あまりしていない、準備しているという漢字の選択肢で、その結果はなんと全くしていないとあまりしていないが全体の6割を占めていたのです。能登半島地震が起きた後、現地の水道や電気、ガスなどのインフラが大ダメージを受け、被災者の方々が食料不足や水不足によって深刻な状況になっているということが報じられていたにもかかわらずの結果に唖然としたものでした。結局人間というのは対岸の火事的な心理で他人の不幸を見ているのかもしれません。能登半島地震で被災した方々が震災前に防災に対してどのくらいの意識があったのかはもはやどうでもいいことなのでしょうが、東日本大震災をはじめとして日本では多くの震災が発生していたわけで、能登半島地震で被災した人たちの多くは先ほどのアンケート同様に多くの方が備蓄などはしていなかったのではないかと思います。というのは能登半島地域は2020年から30年以内に震度 6.5 以上が発生する確率はわずか 0.1% から 3% だと言われていたわけですから、なおさらでしょうね。ほぼ直近で地震など起きることはないと言われていたにもかかわらず、輪島朝市の惨状はご覧の通りなわけで、本当にいつどんな悲劇が起きるか全く予想がつかないということです。それでも能登半島地域の方の中には、おそらくですが私のようなプレッパーがいたと予想され、他県で起きている地震災害などを見て周囲に準備を呼びかけていた人もいたことでしょう。その時の周囲の反応は皆さんも体験があると思いますが、そんなの起きるわけがないと言われたでしょうし、変人扱いすらされていたかもしれません。こんなことが人類の歴史では繰り返されてきたのでしょうが、一向に庶民の意識の改善は見られないようです。それは直近で起きている中東情勢の危機的状況においても同様です。確かに地理的には日本からはるか遠くに離れたところでの戦争なのですが、このチャンネルで再三言ってきている通り、問題は物理的な距離の問題ではありません。日本は石油のほぼ 100%、天然ガスの約 20% 以上を中東地域に依存しています。このことは前の動画で位置情報も含めて説明していますので、いかに危機的状況にあるか理解できると思います。ぜひ概要欄のリンクからご視聴してください。このことは多くの方が理解していることだと思いますが、この供給が途絶えた時、もしくは半減した時などには、私たちの日常生活にどんな影響が及ぶのかのイメージができない人がほとんどだと思います。少なくとも今の日本人の誰も経験したことがないことだから仕方がないのですが、
危険予知というのは想像力をフル稼働させなければできないことです。ところで炭鉱のカナリアという言葉を聞いたことがありますでしょうか。これは英語表現からできた言葉らしいのですが、まだ起きていない危険や目では感知できない危険を知らせる人、または状況を意味しています。由来はその昔、イギリスとアメリカの炭鉱員が地下に降りるとき、行列の先頭がカナリアのカゴを持って炭鉱に入ったそうです。もし炭鉱内に有毒ガスが発生していたときに、人間よりも先にカナリアが死ぬことで炭鉱員に迫る危険シグナルになっていたというわけです。このことは危険予知や危険に対するマインド設定につながる話として非常に興味深いと思います。考えてみれば、東日本大震災の時に多くの方が被災し、津波被害を受けました。その中で津波被害から一命を取り留めた人たちも一定数いました。どうして助かったのかというと、炭鉱のカナリアとして地震が来たら一目散にあそこの高台に登れということが言い伝えられていたからでした。このことは非常に教訓に満ちていると思います。このチャンネルでよく言っているマインド設定です。このチャンネルの動画の目的はまさにそれで、視聴者に恐怖を煽ったり恐怖を与えたりするのが目的ではなく、まさにマインド設定とその準備を啓蒙してきています。東日本大震災で命拾いした人たちは、普段から地震が来たらどうしたらいいかを DNA に刷り込まれていたわけで、地震の恐怖を植え付けられてきたわけではありません。有事の際に取るべき行動を明確にシンプルにしていたことで、パニックになることもなく、ひたすら生き延びるために精神エネルギーを集中できたわけです。自分や家族の身を守るための行動と準備というのはこのことにつきます。中東情勢の話に戻しますが、かつてホルムズ海峡の閉鎖の危機というのは何度か騒がれてきましたが、幸いにも一度も現実化していません。だからこれからも大丈夫という理屈にはならないと思うのですが、専門家によるなぜホルムズ海峡の閉鎖は起きないかという解説を聞いていると、見事に理路整然とその理由を並べられており、多くの人が納得してしまっていると思います。ところが理屈通りに世界は動いていないという部分の考慮が全くされていないことに、私などは特に経済学の専門家でもないし、地政学の専門家でもありませんが、非常に違和感を覚えています。それは地震予知と同じだというつもりはありませんが、多くの人にとっての合理性など何の役にも立たない世界があるということは事実であり、中東情勢の非人道的な攻撃、それに対する報復攻撃のどこに合理性があるのでしょうか。ホルムズ海峡の封鎖、もしくは船便の減少割合などは誰もわからないでしょうが、石油や天然ガスの供給が全ストップ、もしくは減少することで日本がどうなっていくのかについてははっきり分かっています。分かりやすく言えば、全ての日常が崩壊します。私たちは水道の蛇口をひねれば水が出ますし、シャワーの蛇口を開ければお湯が出ます。お腹が空けばスーパーやコンビニに行って好きなものを買うことができます。当然のように車のエンジンをかけて走るわけですが、それらができなくなる世界など誰が実感できるでしょうか。経済の話で言えば、文句を言いながら勤めていた会社は倒産します。しかし支払い日は確実に訪れますし、虎の子の老後資金を NISA などに入れていたものは溶けてなくなります。こんなことはちょっと思いついたことを並べただけのことで、実際はもっとすごいことが起きてくると思われます。物流はストップしますし、そもそもエネルギー不足によって企業は何も生産できません。食料も日用品もです。電気について考えても同様で、携帯電話はほぼ機能しないでしょう。個人が持っているソーラーパネルなどである程度の電気を賄えても、携帯電話の基地局が機能していなければ、スマホはせいぜいカメラ機能や計算機などの利用価値しかなくなります。農家も燃料がなければ農作物の生産もできないでしょう。一気に縄文時代へと逆戻りします。そうなると私が最も恐れている食糧危機が起きます。私も極端な上に直面した経験などはありませんが、ファスティングしている最中に経験しているあの感覚がずっと続くことになるなんてありえないと思うわけです。食糧危機を通り越して飢餓が人を襲った時には、文字通り地獄絵図になります。今回はその詳細は触れずにおきますが、そんなバカなということが起きてもおかしくないことが遠く離れた中東で起き始めているのであり、収束のめどが立たない状況になってきているのです。そんなことが起きるわけがないだろうとか、極端すぎるというツッコミが聞こえてきそうですが、再三言ってきているホルムズ海峡危機が何を意味しているのかを真剣に考えなければならないタイミングに来ていると思います。忘れてはならないのは、ウクライナとロシアの戦争が勃発した時に、
ウクライナとロシアの小麦に依存していた中東やアフリカの貧困な国の国民はまさに食糧危機に襲われ餓死者が出ていたのです。具体的にはエジプト、レバノン、チュニジア、ソマリアなどはウクライナとロシアからの小麦輸入に大きく依存していて、これらの国々では食料不足が深刻化し、飢餓のリスクが高まっているという報道記事があります。餓死者の人数については統計が出ていませんが、それは常に起きています。ちなみにこれらの国がウクライナとロシアの小麦に依存していた割合は 90% 以上です。日本が石油のほぼ 100% を中東に依存していることと状況は似ていると思います。アフリカの国々にとってはあの日突然日常が失われ、最悪の事態になっていったわけです。日本は幸いにもウクライナの小麦への依存度はほぼなかったので、ちょっと値段が高騰したくらいで済みましたが、今回の中東戦争からの悪影響はそんなわけにはいきません。中東情勢の過熱によって影響を受ける日本にとっての炭鉱のカナリアはまさにホルムズ海峡の閉鎖ということになりますが、ホルムズ海峡封鎖に対しての炭鉱のカナリアはもう死んでしまったのか、それともまだ大丈夫だと考えるかどうかは個人の判断によるところになると思います。いかがだったでしょうか。今回は炭鉱のカナリアを例にとって話をしましたが、東日本大震災によって発生した津波被害から一命を取り留めた人たちが一定数いたことについて、その理由は明らかにマインド設定が明確だったことだと思いますし、炭鉱のカナリアは何かをよく理解していたことが勝因だと思います。これも先人たちが子供や孫などの安全や幸せを願う思いが強かっただけでなく、それを語り継いでいたことが功を奏した良い例だと思います。重ねて言いますが、危険予知は恐怖を感じながら生きるためのものではありません。有事の際にパニックになることなく反射的に行動に移すことができるようにするためのものだと思います。炭鉱のカナリアはあらゆるシーンに存在しています。前の動画でも言いましたが、私は建築業界で長く安全管理、危険予知について教育を受けており実践してきました。その経験から言えることは、日々の心がけで救われる命というのは確実に存在します。そして人類が誕生して以来ずっとと言ってもいいのではないかと思いますが、ろくでもない輩たちというのは確かに存在していて、世界中のほとんどの人が平和をひたすら願う中にあって、諸説ありますが約6000人ほどの世界を混乱と恐怖に陥れて世界を支配しようと画策する勢力が存在しています。そのことを巷では陰謀論と言っているようですが、それが本当にとんでも話の類のものなのかどうかはご自身で判断するしかありません。悪いことを考えている勢力があるかないかは身を守るためにあたって必須のことになると思いますし、それらの存在を否定している投資の専門家や危機管理の専門家の言うことはどれだけ正しくそのリスクを考えられているか疑問に感じたりもします。いずれにしましても、懸念されていることが起きなかったらそれはそれで備蓄した水や食料はそのまま食べればいいことです。このチャンネルでは冒頭でも言った通り、自分や家族の身を守るために必要な情報を発信しており、再生リストで一気見できるようにしてありますので、ぜひ概要欄のリンクからアクセスして聞き流していただければと思います。また最近では YouTube では扱えない情報をメディアブルという日本企業が運営しているプラットフォームで配信しています。概要欄にリンクがありますので、そちらもぜひ確認してみてください。この動画が身を守るための行動をしてこなかった方々の、そして大切な方々の身を守るために障害を抱えて取り組んでいる方々のお役に立っていることを祈りつつ終えたいと思います。最後までお付き合いありがとうございました。以上で今回の話は終わりとしますが、皆さんの応援が次の動画作成の力になりますので、いいねボタン、チャンネル登録、通知設定をオンにしていただけると嬉しいです。また、コメント欄へのご意見、ご感想の書き込みもいただけたら励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。好奇心 TV でした。